今回は刀鍛冶の里編についてです。テレビアニメ鬼滅の刃、刀鍛冶の里編1話、早くこれを正式に言いたい。1話から上限会議で大盛り上がりは確定。また1話についてはまとめます。とりあえず今回は、刀鍛冶の里編がいつから放送で何クールになるのかについて考察していきたいと思います。いいねとチャンネル登録、コメントは絶対お願いします。共有ボタンから LINE 公式にでもいいので、僕の動画を送りつけてやってください。では参ろう。鬼滅の刃、刀鍛冶の里編、いつから？とりあえず公式には未定です。ここは今までのアニメ化発表と放送日の流れを整理することで見えてくるものがあります。まずは鬼滅の刃アニメ1期。もう今から約4年前のことです。2018年6月4日発売のジャンプにて、鬼滅の刃のアニメ化決定が発表されました。懐かしい。ちょうどこの頃は、本誌で刀鍛冶の里編が連載されている頃でした。アニメ化決定が2018年6月4日に発表され、2019年4月よりアニメ1期が放送開始。発表から約10ヶ月後のことです。続いて無限列車編。実はここが、今回の刀鍛冶の里編と同じ流れでの発表でした。2019年9月28日に放送された、鬼滅の刃アニメ1期の最終話。その最後に劇場版、無限列車編の制作決定が発表。そしてそこから約13ヶ月後の、2020年10月16日に劇場版、無限列車編が公開。また、2021年9月25日に劇場版、無限列車編がテレビ初放送。放送後にテレビアニメ無限列車編の制作が決定。10月10日より全7話での放送となりました。そしてお次は遊郭編。遊郭編のアニメ化決定は、2021年2月14日に、ABEMA TV で放送された、鬼滅祭オンライン、アニメ2周年記念祭で発表されました。そしてそこから約10ヶ月後の、12月5日より放送開始となります。そして2022年2月13日放送の、遊郭編最終話にて、刀鍛冶の里編のアニメ化決定が発表されました。アニメ化決定から放送までの期間は、約10ヶ月から13ヶ月。それぞれの放送終了から次の放送開始までのスパンは、約13ヶ月から14ヶ月となります。以上でデータが出揃いました。確実に言えることが2つあります。まず1つ目は、2022年4月16日開催の、鬼滅祭アニメ3周年記念祭で何かしらの発表があるということ。ここはアラームをかけておきましょう。そしてもう一つ言えるのは、アニメ化決定から約1年前後で、放送が開始されている歴史があるということ。最短で10ヶ月もあり得るので、今年の12月から放送という可能性もあり、遅くても14ヶ月後である、来年の4月からの放送。僕は12月からの放送が濃厚だと予想しています。なぜかというと、今回の刀鍛冶の里編のアニメ化決定のタイミングが、遊郭編のアニメ化決定のタイミングと全く同じだからです。遊郭編は2月に発表で12月からの放送。そして刀鍛冶の里編も2月に発表。なので刀鍛冶の里編も12月からの放送というのが一番濃厚と言えるのではないでしょうか。だとしたらあっという間です。すぐに12月がやってきます。それまで頑張って生きることができます。ここで気になるのは、刀鍛冶の里編が1クールなのか2クールなのかということ。そのあたりも考察しておきましょう。鬼滅の刃、刀鍛冶の里編、2クール。ここは原作の話数で考えていきましょう。遊郭編は原作67話から97話でしたので、合計31話となります。刀鍛冶の里編は原作98話から127話の合計30話。2つはほぼ同じボリュームです。遊郭編が1クールでしたので、刀鍛冶の里編も1クールの可能性が大。遊郭編と少し違うのは、刀鍛冶の里編にはサブストーリーが付属してくるということ。柱稽古編です。柱稽古編は原作128話から136話までの合計9話分となります。ただ、136話の最後に鬼物事務山が登場してきますので、ここで終わりとはならないはず。そこから産屋敷邸での出来事があり、無限城突入の139話まで話は進むと考えられます。なので柱稽古編は合計12話分。これをどう持ってくるのか、柱稽古編は映画にするには少し物足りない章となります。ここで考えられるのは、テレビアニメ無限列車編と同じことを、今度の後ろに持ってくるのではないかということ。
遊郭編は、アニメ無限列車編と合わせて2クールの扱いだったようです。なのでそれと同じような展開にする。つまり刀鍛冶の里編プラス、柱稽古編の2クール。この説が濃厚。これを続けてやるのか、もしくは少し間を空けた分割2クールにするのか、どちらにせよ、刀鍛冶の里編は柱稽古編まで一気に行ってしまう可能性が大。10月からの分割2クール説もないとは言い切れません。そしてさらにその先を読むとするならば、柱稽古編の最後に無限城編の映画化決定が発表される。今までの流れを見ると、そうなる可能性はかなり高めです。やはり無限城編は映画でやる。ワクワクします。鬼滅の刃、刀鍛冶の里編1話。最後に刀鍛冶の里編1話について少し解説しておきたいと思います。冒頭は遊郭編の最初のように、遊郭編の回想から話が始まると思います。そして上限会議です。赤座に次いで、次々と泣き目に呼び出される上限たち。玉子、反天狗、ドーマ、国志望の登場。ここで玉子、反天狗、国志望、泣き目の声優が一挙に解禁されます。声優予想もコメントでいくつかいただいていまして、国志望は早見翔さんと予想されている方が多めです。反天狗は山寺宏一さん。なんか合いそう。他の声優予想もコメント欄でお待ちしております。そうそうたる顔ぶれの上限会議。鬼物事無惨も現れ、会議は進行していきます。玉子とドーマは仲がいいというか、ドーマは誰に対しても何も気にしていないというか、上限会議はドーマの性格がよくわかるシーンとなります。ここでドーマのファンが増えるのは間違いないと思うのですが、無限上編でまた嫌われてしまうことも間違いなし。嫌われるどころか、って感じではありますが、上限会議は終了し、玉子と反天狗は刀鍛冶の里へ、それぞれの上限もチリジリになっていきます。そしてここから炭治郎が見る夢のシーンへ、1話はまだここでは終わらないでしょう。遊郭編の1話が1時間スペシャルで原作4話分だったということで、刀鍛冶の里編も同じぐらい進むと予想します。上限会議と炭治郎の見る夢のシーンは、原作98話と99話の2話分、1時間スペシャルならまだ先に進むでしょう。炭治郎の見る夢はいろんな意味で重要なシーンとなります。伏線で言えば、頼一と国志望が同一人物なのではないかということ。上限の中でトップにいる国志望、そして頼一の道を極めた者がたどり着く場所はいつも同じだ、という発言。それは鬼なのか、赤座や国志望のように、道を極めた者がたどり着く場所は上限。それとも何か別の、明らかに国志望と頼一を同一人物だと錯覚させるような書き方、炭治郎のあざとの関係性など、ここはまたアニメでも盛り上がることになるのでしょう。夢から目覚める炭治郎。目の前には叶がいます。炭治郎は2ヶ月間も眠っていました。実はここには茶々丸も隠れていて、炭治郎のことを心配しているシーンがおまけに載っています。そしてここから原作100話へ突入。前半は少しだけほわほわしたシーンとなり、後半ではいよいよ炭治郎が刀鍛冶の里へ突入。100話の最後では、皆さんお待ちかねの甘露寺光の入浴シーンがあります。深夜ですから、期待しましょう。そして原作101話、アニメ1話を原作4話分とするならば、98話から101話の4話分となるでしょう。101話では伝説の刀匠、鉄地川原鉄鎮が登場し、炭治郎と三里が出会うことになります。ここで炭治郎が、気をつけてください、乳伏がこぼれ出そうです、というシーンが面白い。三里の天然さに、花澤香菜さんの声。ここも刀鍛冶の里編の魅力の一つ。101話では他にも出会いがあります。玄也との再会、そして時藤無一郎の登場。原作101話の最後に登場する、時藤無一郎。ここがちょうどキリのいいところであり、ここで1話が終了する可能性が大。遊郭編の時にも危惧されていた、最初のダラダラ感。実際に見てみると毎回楽しめた遊郭編ですが、刀鍛冶の里編はさらに楽しめると思います。遊郭編よりもテンポとメリハリが良く、飽きの来ないストーリーとなっているからです。今回はざっとアニメ1話について解説しましたが、ここはまたじっくりまとめ直したいと思います。あっという間に放送日の発表があり、あっという間に放送日が来ます。心して待ちましょう。まとめ的なもの。まとめると、刀鍛冶の里編の放送開始日は12月か4月のどちらかになる。
放送日の発表は4月16日の鬼滅祭での発表が濃厚。そしてアニメ1話は1時間スペシャルとなり、原作98話から101話の4話分の内容となる。刀鍛冶の里編は2クールになり、柱稽古編まで続く。そして最後に無限城編の映画化決定が発表される。こんな感じでしょうか。皆さんの予想も聞かせてほしいです。コメント欄にどうぞ。刀鍛冶の里編はつまらないという意見も一部ありますが、そこを面白くするのが考察班であり解説班です。皆さんも一緒に盛り上げてくださると幸いです。ということで今回の記事は以上となります。それではまた。